今回は個人でマイクロバスのキャンピングカーを所有したら年間いくらかかるのかを動画にまとめようと思います。2023年の1年間でマイクロバスにかかったお金の総額を発表します。車検や税金などの維持費と燃料代や高速代などの旅費に分けてご紹介していきます。まずは維持費から。維持費は車検代、保険、税金、駐車場代、メンテナンス代があります。まずは車検代です。私たちが所有するバスコンは8ナンバーなので2年に1回車検があります。2023年は車検の年ではなかったので2022年の車検の時の費用をご紹介します。前回の車検の費用は16万円でした。7年間所有していますが、これまでで一番安い金額でした。この車検までにいろんな故障がありまして、いろいろと修理していたので、車検は安かったという感じです。続いて保険代です。自賠責保険と任意保険があります。自賠責保険は22,450円。任意保険は48,600円でした。自賠責保険は車検の時に2年分払っていますので、今年の支払いはありませんでした。任意保険はこの車格にしては安いというのが印象です。ゴールド免許割引など複数の割引を駆使して安く抑えています。続きまして税金です。自動車税と自動車重量税があります。自動車税は73,000円でした。高額ですね。私たちが所有するコースターは排気量が 4160cc と大きいので税金も高くなります。自動車重量税は63,000円でした。こちらも高額です。こちらの税金は車両の重量が重いほど、また車両が古いほど高くなります。4トン超えで27年もののうちのバスは言わずもがなです。ただし重量税も車検のタイミングでまとめて支払っていますので今年の負担はありませんでした。続いて駐車場代です。うちは賃貸暮らしなのでバス用に駐車場を借りています。正直マイクロバスを購入するのに一番苦労するのは駐車場探しかなと思ってます。広い駐車場でないといけませんし、1台のスペースに収まらないので、縦2台分の駐車スペースを借りないといけません。私たちの借りた駐車場も1台のスペースには収まらず、はみ出してしまっています。私たちも2台分の駐車場を借りないといけないと思いきや、家主さんの計らいで 1.5 台分の料金に負けてもらいました。毎月かかる費用なので 0.5 台分安くしてもらえたのはとてもありがたいです。月15,000円なので年間で18万円です。最後にメンテナンス代です。故障の修理やオイル交換、洗車代になります。今年はありがたいことに大きな故障もなく修理代は0円でした。これは本当にありがたいです。これからも大切に使いたいなと思ってます。2021年は故障が多発してとても大変な年だったので。故障はありませんでしたが、オイル交換を2回するために車屋さんにお世話になりました。オイル交換の1回目は15,000円でした。2回目はオイルとエレメントの交換をお願いしましたので、17,210円でした。この車はオイル交換が大変で、運転席と助手席の床を外さないとエンジンにアクセスできないという車屋さん泣かせの構造をしています。僕も一緒になって床外しのお手伝いをしました。エレメントの交換ではコースターを持ち上げてもらいました。バスが持ち上げられている映像ってなんか面白いなと思ってずっと観察させていただきました。
維持という意味では洗車も大切です。マイクロバスサイズになると天井はなかなか洗えませんし、天井にも装備がたくさんついているので普通の洗車機は使えません。困っていたところ、運送会社さんが所有している洗車機が一般開放されているという情報を聞きつけて洗車に行きました。ブラシではない洗車機なので、天井にソーラーパネルや換気扇がついていても使えるという優れもので、購入して以来初めて天井まできれいにしてあげることができました。こちらの洗車代は1700円でした。結構リーズナブルなのでおすすめです。詳細は概要欄に記載しておきます。気になる方はぜひぜひご利用ください。以上が1年間でバスコンの維持にかかった費用です。では合計して総額を発表します。2023年の1年間でかかった維持費の総額は33万2810円でした。この金額を高いと見るか安いと見るかは個人の価値観によりますが、私としては安く済んだ方かなと思ってます。今年は車検がない年だったので、車検代と自動車重量税、自賠責保険が含まれていない金額になります。2024年は車検の年なので、プラス25万円分ぐらいかかると考えると、とても恐ろしいです。こんな感じで維持費をまとめてみました。バスコンの購入を考えている方の参考になれば幸いです。私たちの維持費の大半は駐車場代なので、自宅の駐車場に車が収まる方は維持費をもっと抑えることができると思います。質問がありましたらお気軽にコメントください。回答させていただきます。維持費の金額は分かりましたので、次回は旅費をまとめてみようと思います。2023年は10回コースターで旅をしまして、車中泊を26回しました。年間の走行距離は6600キロでした。年間の給油量は971リッターでした。すごい量です。ドラム缶5缶ぐらいですね。燃料代や高速代、旅行中に使った費用を月ごとにまとめます。旅行の映像と合わせて紹介していきます。ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちいただけると嬉しいです。この動画が参考になりましたら高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。